そうだ、贈り物のラッピング代わりに歯切れで巾着でも作ろうと思って作り始めたら、裏地なしで気軽に作れないかなとか、もっと簡単な作り方はないかなとか、いろいろと考え出してしまって、気づいたら巾着を12個も作ってしまった。最近はお引っ越しする友達がたくさんだ。ささやかなプレゼントを渡すときにラッピング代わりに巾着を作ろうかな。その後も何かに使い続けられるしね。歯切れをチェック。かわいい生地でかわいい巾着。アメリカは何かと贈り物を渡す機会が多い気がするから、これを機に何個か作っておこうかな。ちょっとしたお菓子をあげるときもかわいい巾着に入れたら素敵だもんね。じゃあ早速歯切れを切っていこうかな。巾着作りは幼稚園の入園準備以来だね。その時は裏地付きだったけど、これからも気軽に歯切れで作りたいし、一枚仕立てですぐできるように、そして裏もきれいに作りたいな。できるかな。幼稚園で使っていた手作りの巾着たちも今も我が家では大活躍していて、ちょっとしたものを整理する時もカバンの中のこまごましたものを入れるのもなんだかんだ巾着は便利なんだよね。じゃあ早速縫っていってみようかな。
まずははぎれを継ぎはぎしたいからパッチワークしていくのだけれど、今回は裏地なし1枚仕立ての巾着にしたいから袋縫いでつなげていこう。まずは外表で縫い代5ミリで縫って、次は中表で縫い代1センチで縫おう。1枚仕立てだから本体も袋縫いで縫っていこう。ここから上は三つ折りにするから切り込みを入れて、表に返して中表で脇を縫おう。縫い代を開いて三つ折りもアイロンをかけておこう。袋縫いした脇の上部を覆うように三つ折りして、ここをコの字で縫おう。この袋縫いの縫い始めを隠すように折って三つ折りで巾着口を縫おう。よし、一つ目はだいたい完成だね。次はもう少し上をクシュクシュとギャザーが寄ったような感じにしたいから、三つ折りする部分の幅をもう少し増やそうかな。ここの部分をさっきより増やそう。
3個目の巾着を取り掛かり中だけど、もう少し簡単に縫えないかな。特にこんな小さな端切れで小さく巾着を縫うときは巾着口がすごく縫いづらい。ミシン前に少し仮縫いしておこう。小さい端切れでも気軽に作りたいからなんとかならないかななんて考えながら巾着を縫い続けることでいい考えが浮かばないだろうか。脇を縫う前に上の部分の三つ折りが縫えたらいいんだよな。袋縫いじゃない別の方法でもジグザグミシンは使わず、脇の縫い代は気軽にきれいに縫えればな。小さな巾着でも縫いやすくなるように新たに小さな端切れで試作してみよう。あらかじめ脇を三つ折りで縫ってみようかな。ふむふむ。とりあえず何個かこれで作ってみよう。よし、昨日の作り方で継ぎはぎした生地でも作ってみよう。悪くないのだけど脇の縫い代が分厚くなって縫いづらくなるね。しばしまた考えよう。とりあえずいろいろ試してこう。なんとかいい方法が見えてきたかな。よし、気合を入れて最終形の手順で作ってってみよう。袋縫いでパッチワークした場所は丁寧にカットして上部の紐通し口でない部分の
脇を5ミリ折って、さらに紐通し口の上の部分も一緒に1センチ折る。脇の三つ折り部分の端を縫っていこう。三つ折りして紐通し口となる上の部分を縫おう。紐が通る道もステッチする。ここが紐が通る道。中表にして縫い代5ミリで縫おう。表に返そう。おー、いい感じ。これなら作りやすいかもね。紐を作っていこう。アイロンで四つ折りにする。最初は半分に折って、次に両端を真ん中を目安に折る。紐を縫っていこう。こうして中表に W のように折って端を縫おう。余計な縫い代はカット。表に返そう。そしたら紐の端を縫っていこう。紐に飾りを縫ったら可愛いかな。ただの直線縫いでも可愛い飾りになるね。小さな巾着は面テープの方が良さそう。端を三つ折りにして縫おう。縫いにくいので紙と一緒に縫おう。たくさんできたな。
肝を入れてみんな完成だ。